皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日の現場は日本特殊塗料です。名前からするとペンキ屋さんかなと思うかもしれませんが、実は知る人ぞ知る高配当低 PBR の有料銘柄なんですよ。最近株主還元をぐっと強めてきている一方で、足元では少し気になるニュースも出ています。しっかり点検していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。配当利回りはなんと予想で 5.19%、 基準の 3.0% を大きくクリアして合格です。作業効率の良さを示す ROE は 8.92%、 目標の 10.0% には少し届きませんが改善傾向にあります。倒産しにくさを示す会社の体力メーター、自己資本比率は 67.4%、 基準の 50% を余裕で超えており、がっちりした体力がありますね。合格です。稼ぎの中からどれだけ配当を出しているかを示す配当成功は直近で 39.6%、 無理のない健全な水準で合格です。次に事業内容の点検、稼ぎの柱についてです。実はここが一番の驚きポイントなんですが、社名に塗料とついているのに一番の稼ぎ頭は自動車製品関連で、売上423億円、全体の約 64.0% を占めているんです。残りの約 36.0%、 238億円が塗料関連その他となっています。自動車事業では何をしているかというと、車の防音材や遮音材を作っています。静かで快適な車内空間を作るための裏方作業ですね。一方で塗料事業も航空機用塗料で培った高い技術を生かし、住宅の屋根や防水材などに使われています。独自の機能繊維技術など、よそには真似できない職人技を持っているのが強みです。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。2021年3月期には売上480億円、営業利益9億円と少し苦しい時期がありましたが、そこから現場の皆さんが踏ん張りました。2025年3月期には売上661億円、営業利益45億円と見事な右肩上がりの V 字回復を果たしています。原材料高などの逆風がありながらも、塗料の原材料の一部を自社で作る内製化を進めて調達コストを削減したり生産性を改善したりと、現場の創意工夫がしっかりと利益に結びついている素晴らしい奇跡です。次に財務の深掘り点検です。続いて会社の金庫の中身、財務状況の点検です。会社全体の持ち物である総資産は854億円です。そのうちいざという時のための会社の貯金箱である現金・現預金は162億円としっかりと蓄えがあります。また有利子負債は36億円と少なく、会社の体力メーターである自己資本比率が 67.4% と非常に高いため、借金に押しつぶされるような心配はまずありません。どっしりと構えた非常に安全な足場が組まれています。続いて還元姿勢の点検、配当と配当成功についてです。株主への還元姿勢も熱いです。過去5年の配当推移を見ると、38円、40円、42円、46円と増やしてきましたが、2025年3月期にはなんと一気に90円まで引き上げました。さらに新しい中期経営計画では総還元成功 70% という非常に高い目標を掲げ、2026年3月期は110円への増配を予想しています。次に直近決算と将来目標についてです。2026年3月期に向けた新中期経営計画では、最終の2030年3月期に売上高800億円、営業利益61億円という高い目標を掲げています。自動車のモジュール化、部品をあらかじめ組み合わせて効率化する技術や 100% リサイクル可能な素材の開発など、環境に配慮しながらも生産性を高めるための大型投資を計画しています。PBR の改善や ROE10.0% 維持に向けた本気の改革が進んでいますね。続いてチャート19の点検です。株価の動きも確認します。
直近のリアルタイム株価は2121円付近で推移しています。今年初めには2400円台をつけていましたが、足元では右肩下がりで調整しています。実はこの下落、外部環境の逆風が影響しているんです。現在実に 99.3% の車体整備工場が塗料やシンナーの供給制限に直面しており、稼働停止の危機にあるというニュースが出ています。川上メーカーからの供給見通し不安による流通の目詰まりが原因で、同社の自動車製品や塗料事業への悪影響が警戒されていると推測できます。ただ、経済産業省もメーカーや商社へ要請を出し、目詰まり解消に向けて動いています。現在の PBR は 0.78 倍と依然として1倍を割れており、本来の価値からするとまだ割安な水準です。一時的な供給不安が後退し、今後の株主還元強化のニュースが市場に浸透すれば、見直し買いが入る余地は十分にあるチャートの形をしています。最後に結論、のんびりの判定です。日本特殊塗料は社名に反して自動車防音材でしっかりと稼ぐ隠れた実力派企業です。強固な財務体質を持ちながら総還元成功 70% という積極的な株主還元に舵を切った点は非常に高く評価できます。理想の指値ですが、現在の2121円でも配当利回り 5.19% と十分魅力的です。ただ、シンナー不足という足元の逆風があるため、相場全体が調整して利回り 5.5% のラインとなる2000円付近まで落ちてくることがあれば、迷わず拾いたい安全な現場だと判定します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆様、本日もご安全に。